急事態です。ロケ終わったんですけど乗ってきていいよって言われました。どうするんですか？壊さないでくださいよ。壊さないよ。今日は生意気なこと言うつもりで来たけど怖くて言えなかったんだから、壊さないように気をつけて乗ります。行ってきます。はい、急遽土屋さんの86に乗せてもらえることになりました。ちょっとじゃあね、ドライブ行ってみたいと思います。お借りします。俺今ドリキンの86運転してる。緊張感がすげえよ。森戸さんの86に乗った時の5倍ぐらい今緊張してるんですけど、これ言うと森戸さんに怒られそうですけどね。はい、走り出しました。いい音。これで今3000ぐらいまでしか回ってないんですけど、めっちゃいい音する。おっかねえうちで取材したことがある根本くんの86の横に乗せてもらったことが一応あるんですけど、それとはちょっと気にならないぐらいトルクありますね。今ちょっとこうぐにゃってね、右に曲がった道通ったんですけど、すげえこうハンドル切ったら切った分だけ曲がるっていうのをすごい今感じてるんですけど、助手席の T さん、はい声が裏返ってますけど、怖いよ3000ちょっとぐらいからめちゃめちゃトルクが出てるんですよ。今20キロぐらいなんですけど、この感じわかるかな。映像の方でわかるかわかんないけど、音が変わるタイミングでめちゃめちゃ後ろから蹴っ飛ばされたような加速しますね。いや、これ回すと超楽しいな。35年前の車ですからね。これ今まで乗ってきたチューニングカーのどれより楽しいかも。3速で下の回転から回しても全然しっかり回るし、この音よ、めちゃくちゃ気持ちいいな。まあもちろんね、エアコンとかオーディオとかついてないっていう話ですけど、でもその乗り心地ってこれスポイルされてないですね。土屋さんの車運転してる怖さはあるんですけど、ドライビングしてて車に対する不安感っていうのが全然ない。また音がいい。すごい運転手やる気にさせてくれる音してますね。まあ、普通に街乗りするのも40キロまでスパッて加速して何も不安なく走りますね。これ今ね、こう40キロから50キロぐらいの加速なんですけど、3速でバーって踏んでってちょうどそのパワーバンドに入るのが3000回転ちょっとぐらい。すげえ気持ちいいっすね。いや、86ってこんな車なんだ。僕まあね、もう過去の動画で出てますけど、ホンダのビートに乗ってるわけですよ。でビートってすごい街中バンバンアクセル踏んでぶん回して楽しめる車なんですけど、この車もね、回すのが楽しい車ですね。本当に感じる。今さすがに街中だから4000回転ぐらいまでしか回してないですけど、7000まで行ったら何が起こっちゃうんだろうっていうワクワクがすごいこの中に詰まってます。助手席の T さん、はい、顔もこわばってますけど大丈夫ですか？こわばりますよ。何が？大和さんの運転で土屋さんの86ですからね。いや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 、どういうことよ。もうね、僕は緊張で殺されるんじゃないかとね毎回思いますね、この企画は。いやー、ほんとね、助手席にいるから僕は安心してレポートができるわけです。これ一人だったら辛いよー。間違いない。本当にすごいいい車です。乗って楽しめっていうと安い言葉になっちゃうんですけど、これはぜひみんな触れてほしい。この面白さっていうのに。チューニングカーのしかもハイチューンドで200馬力、車重900キロちょっとっていうこのパッケージのね86に乗ってるわけですけど、突き詰めると本当にこんなに面白さを感じるんだっていう、古臭さは全く感じないですね。音とか見た目の話ではなくて、その走りにちゃんと現代に合わせてこう作り直されてる、これが本当に究極の86なんでしょうね。なんかしかも他に乗せたことないらしいな。らしいですね。なんてことだ。なんてことだ。モーターズが初だ。そのまま乗り続けるのも申し訳ないんで、この後返していこうと思います。安全運転で。はい、行ってきます。はい、今帰ってきました。土屋さんの86乗らせてもらったんですけど、めちゃめちゃいいっすね。いいよ。はい、いいよ。3500ぐらいですか？トルクがある。はい。トンって上で出てくるんですね。なんかこうツーストのエンジンみたいな、上でバンって回るような感じがめちゃめちゃ気持ちよくて、ね、いつもだからこれで峠の魔王のタイムアタックの時は8500回してる。8500までびっくりしました。いいでしょ。はい。
だからやめられないんだよ86は。この面白さってやっぱあるんですね。だから FT86 や BRZ もはいこういう道を歩んでほしいね。今時ああいう車を出してくれるわけだからさ、スバルもトヨタも、はい。これを大事にしたいよね。 AE86 の後に続く車になってほしいわけ。ああなるほど。30年後なんてかまちゃん死んでるからね。それは僕は何も言えないですけどだからやっぱこういう人たちがはいその魅力を感じる車にしていかなきゃいけないんだよね。ベースとしてトヨタとスバルが頑張っていろんなパーツを出してくれることによってさ、ね、やっぱこういうショップたちが、トヨタが出すんだったらじゃあうちはこういうギアにしようとかね、はい新しいものをそうそう夢が広がっていくよね。なるほど。そっかチューニングパーツで夢が広がるんですね。確かにそうするとこう遊びの幅も増えるし増える競技で、ね、開発する方も切磋琢磨するし、そうなんだよね。はい、それがやっぱこう続いていくとこう車産業も自動車アフター業界がめちゃめちゃ盛り上がってくると、いや本当に今日は貴重な機会をありがとうございました。いえいえよかったよかっ結構普段乗せたりとかするんですか？た。谷口なんかしょっちゅう乗ってるよ。そうなんですね。谷口さんと同じシートで運転しちゃいましたけど最近グッスマのスタッフをやってサーキットにいるので、前だから谷口さんに激辛焼きそばとかそういうのばっか食わされてるんですけど、よくわかんないけどしてやったり感が勝手にありますありがとうございました。すごい貴重な体験でした。今日は本当にありがとうございました。いえそれじゃあ今度こそまた